佐藤純子、その4。この店の問題。従業員に支払われる給料が労働基準法の最低賃金に満たないという問題は少しずつ改善されつつある。その問題について私たち従業員3人は割とどうでもいいと思っていたりするが、おじさんは必死だ。何しろ法律違反なのだから。おじさんは犯罪者になってしまう。だから私もできればなんとかなったらいいなとは思う。食材のコスト削減にも取り組んでいる。私たちにはバイクがある。野菜や果物を直接農家に買いに行ったり、分けてもらいに行ったりする。鶏の肉や卵を養鶏場で売ってもらったりすることもある。いい食材を安く仕入れるにはどうしたらいいか。おじさんはインターネットを見たり、本を読んで研究している。この地域の個人経営者の集まりにも、おじさんは時々出向くようになった。そういう付き合いは大切だ。いろんなことを教えてもらえる。そして最近、なんだか店が忙しくなってきたように思う。林さんの料理は、この地域では評判がいいらしい。バイクツーリングのお客さんや、近所の常連さんだけではなく、原付を持っている。少し離れたところに住む主婦たちや、郵便配達のような仕事で原付を使っている人たちもやってくるようになった。そしてその年の3月、私たちの月々のお給料はついに労働基準法の最低賃金を超えた。どうでもいいつもりではいたが、お金がいっぱいもらえるのはやっぱり嬉しかったりする。そしてまた新たな問題。忙しくて人手が足りないのだ。私がこの店に初めて来て無銭飲食をしたとき、林さんやりゅうくんが嬉しそうな顔をした。あの時のことを思い出す。今や私もあの時の二人と同じ立場だ。猫の手も借りたい。でも、ある日、新しい人手が店にやってきた。
忍さんだった。忍さんは今の仕事を辞めて、これまで住んでいたアパートも出て、ここに越してくることになった。忍さんとおじさんはついによりを戻すことになったのだ。忍さんはやはりおじさんとよりを戻したいと思っていたようだ。おじさんが貧乏で冴えなくても、忍さんはおじさんがいいらしい。私は忍さんは強い人だと思う。忍さんは優しくて女らしくてとても綺麗な人だ。だからすぐにはわからない。でもこの人はきっととても強い人なのだ。だからいつも笑顔でいられる。人の気持ちを思いやることができる。そしていつもどこかに逃げていってしまうおじさんを信じることができるのだ。私は強くなりたかった。おじさんが言った。今度うちの店でも社宅を持つことにした。家賃は2万円だ。お前たちはそこに入る。いきなりなんでそう思ったが、考えてみると確かにこの店の居住スペースに忍さんを含めた4人が住むとなるとちょっと狭すぎた。客が増えるのに伴い居住スペースを削って接客スペースを広げる改装工事を2ヶ月前にやったからだ。それにまだある。私はうっかり想像してしまう。おじさんと忍さんのエッチなシーン。ごめんね。と、すまなそうに。忍さんが言ったので。私はエッチなシーンを慌てて頭の中から追い払った。ここを出ていくのは寂しかった。行き場のない私を受け入れてくれた。唯一の場所。でも仕方がない。忍さんとおじさんの邪魔をするわけにはいかない。そういうわけで、私とりょうくんは、店からバイクで15分ほどのワンルームのアパートに引っ越した。本来の家賃は5万円だから、店が3万円を負担してくれているわけだ。おじさんも無理しちゃって。朝8時に私は部屋を出る。
店に向かうのだ。ついでに、りょうくんの部屋の扉を叩いて、怒鳴る。りょうくん、行くよ。りょうくんはいつも、朝は私より遅い。私は、アパートの、駐車スペースに置いてある。CB を引っ張り出す。その隣には、りょうくんのネイキッドが、置いてある。慎重に、倒さないように、ゆっくりと。私は CB を出す。一度、後方確認をして、バイクにまたがる。スタータースイッチを入れると、エンジンが目覚める。バックミラーを覗くと、りょうくんが、自分のネイキッドに向かうのが、見えた。